はい、こんにちは。山下夏実です。7月19日日曜日、今日は平塚海岸でスキムボード、サーフィン両方かな、練習していきました。少し朝から南風がちょっと強く入ってしまっていて、できる場所もかなり限られてるといった感じのスタートとなりまして、朝はテトラの中で少しできたかな。今一番地形が決まってんのがテトラ前で、オンショアの影響も受けてはいたんですが、比較的形が平塚の中だと良かったので、スタートはここで練習していってます。朝の段階で結構広い範囲見たんですが、結局ここが一番いいっていうことが移動していく中で分かったので、ここでやっていく感じで、朝一はライナー波だったかな。比較的ライナー波が多くて、で潮が高い時間から、少し引き始めぐらいのタイミングかな。そのあたりの時間はラップ波がメインだったかなといった感じです。この時間はなかなか難しかったんですけど、巻きも甘いし波数も少ないけど、そこでも狙える波はあったっていう感じではあったので、そこをうまく狙っていけるかどうかって感じでしたね。なかなか波の狙い方が難しいっていうのはありましたね。このライナーとかは比較的綺麗に取れてる方。どうしてもポジションを少しでも間違えてしまうと、乗れない場所、割れづらくて乗れない場所かスープになってしまうみたいな感じだったので、そのちょうどいい場所を合わせるのが読みづらかったかな。そこはおそらく風の影響だったので、そういう風が入った条件の中でも綺麗に合わせられる練習をしていく感じ。どうしても満潮時刻っていうのがね、波風が減ってしまうので、今の手前が深い地形だとそこをうまく狙っていけたらいいかなって感じでもある。スプレーなりトリックなり、ラップなり流しなりみたいな感じで、これはちょっと遅れ気味かな。やっぱもう少し右だね。この一番いいとこを合わせるのがとにかく難しかったから、この辺りの時間は。であとはこういう風に巻かなくなってしまったりとか、それでもラップラインは取れる感じではあったので、しっかり巻かなくてもラップラインは狙っていく感じでやっていってます。基本は引きつけたら、いいライディングが狙えるんじゃないかな。これとかはインサイドでワンアクション狙っていった感じ。カメラスレスレでしたね。これいいですね。オーリーと3ショービットも入れたかな最後。こっからじゃ分かりづらいけど、これはライナー側にグラブして前に出るスタイルかな。これちょっとアクションをうまくかけようとしたけど、パワーがなかったからアクションをうまくかけれずに終わってしまった感じですね。これラップラインいいですね。かなり綺麗に回していきましたね。これライナー側オーリー3ショビットは刺さっちゃったかな。これはリッピングから180ですね。テイクオフ、少しブレイクは早いがしっかり前にはできっていく。 V ギリギリラップライン、この V ギリギリで合わせるのすごい難しかったんですよね。
このラインが唯一残ってたんだけど、まあでも狙えたらこういうラップラインは綺麗には決まる。再生する場所がね読みづらかったので、再生っていうよりかは最後に張ってくる場所ですね。ただ読めたらいい感じだったね。これはリッピングスピナーかな。テトラ前はね最近やっぱり地形が決まってるから、何かしらこういう風に取れる波はねあるんじゃないかなと思います。どういう条件でも。これ難しいけどラップラインまでもっと右で合わせてライナーの方がポテンシャルはあったかもしれないね。このラップはかなりいいと思います。スプレーもかなり綺麗に上がってますね。ベストライドかな。ちょっとまあこれだっていうベストライドは今日の中だとあんまりなかったんですけど、まあ、安定して今みたいなのは出せてたんじゃないかなと思います。こういうラップね、この辺りが一番乗れてたかな。これとかもいいラップライン。これもかなりスプレー飛んでると思います。これはちょっと分かりづらいけど、これもラップラインですね。これもかなり横走ってますね。これとか少し左で合わせてもよかったかもね。もう少しラップラインは良かったけど、これはリッピングスピナーいいですね。ちょっとレイト気味に回したやつなんですよねこれ、まあ、結果的にちょっと難しくてパッとしなかったけど、これはちょっと残んじゃないかな。スピナー入れてラップラインいい感じだね。今のトリックだったら今のスピナー入れたのがベストライダーかな。あとはこういうちょっと最後潰れちゃってるけどラップラインをメインで狙っていきつつやっていって、これとか少し横走れるかな。そうだね、悪くないポジション。この軽い波をね捕まえるのはね非常に難しいんでね、やっぱ練習あるのみですね。まあ、ここで海水浴場の開かれる時間になったので、まあ、ギリギリちょっと海水浴場エリア内だったので、まあ、すぐに移動してちょっとピークを動いてやっていく感じで、まあ、ここもちょっとスキムの形は波良かったかな。まだ波数は相当少なかった、まあ、ただちょっと難しいなっていうのはあったので、まあ、適度にこの辺で動きつついろんなピークを狙うようにしました。まあ、ただテトラ前から少しでも離れるともう一気に風面ですね。風の影響をもろに受けてこんな感じで、もう本当テトラの周辺だけが唯一波が整ってる感じで、もう先ほどと全然ピークを変えるとこんな感じで波質違うのがわかるかな。まあ、そういうばらけた波でもちょっとラップ狙ったりとかしてたんですが、まあ、ここで、まあ、サーフィンのインサイドあたりですね、サーフィンラインナップの、まあ、インサイドあたりで少しスキムしながらサーフィン波が来るのを待ってました。このあたりで引いてきてサーフィンできるのを期待してって感じで、まあちょっといけそうかなと思ったタイミングでそのまま沖出て、まあ、これとかね一番最初ですね、サーフィンの波が割れた一番最初の波で、まあ、その1本目をたまたまつかめたので、これ良かったですね。たまたまいいポジションでいて、ずっとサーファーの人たちが待ってたんですけど、僕が一番いいポジションにいたから後から来た僕が乗れてしまうっていう、ちょっと申し訳ない感じになっちゃったんだけど、まあ、この辺りでちょっと連続して波が来てくれて、これも2本目かな。波待ちは長かったけど、そう本当なんとか引っかかるって感じでしたね。でやっぱりインサイドに行くにつれ深くなってしまうんで、アウトで当ててこの波が消えるタイミングぐらいまでに、まあ、1アクション2アクション入ればいいかなって感じだったね。
これとかはもうパンピングしてインサイドまで来ちゃうけど、これとかもかなりいい感じだったかな。まあでもこの辺りぐらいまででしたね。最初の3、4本ぐらいかな、僕もまともに乗れたのは。今のグーフィーが最後だったような気がしますね。まあここからね、やっぱりずっとサーファーが待機してたんですけど、上の方とかでね、やっぱみんな急に割れ始めたってなって、割れ始めたって言っても本当こういうのがたまに来るだけ、こういうちょっとした波がだったんですけど、まあまあ全くさっきまで割れてなかったのが来てるっていうのだけでも全然サーファーの人たちにはね、全然ありがたい感じになってたと思うので、今日の波はやっぱみんな入り始めて、まあ実際僕のライブで見てくれてた人もやっぱこのタイミングで結構みんな急いで来たっていう風に僕に言ってましたけど、まあ実際この辺りになると、まあ、風がね少し強まってたっていうのもあるんでしょうね。やっぱ波が少し潰れてて、なんかテイクオフがね結構しづらかったイメージがある。まあ、この辺はまだ乗れてた方かな。このレギュラーね、最初リカバリーもうまかったんだけど、まあ、これが多分最後ぐらいでしたね。僕もこの後からね急に乗りづらくなったイメージでしたね。そう、なんか全然乗れないみたいな感じになって、まあでも相変わらずやっぱりミドルタイド直前かそこらぐらいでようやく割れ始める感じですね、今の平塚のサーフィンは。まあこの辺はほとんど乗れずって感じで、まあなんとかこれで上がってきた感じだったかな。まあ相当やっぱ急に波質変わってね、僕みたいな短いボードだと相当厳しくて、やっぱ浮力ある板の人でも結構苦戦してはいたので、引っかかる場所がおそらくワンピークだったのかなといった印象でした。まあそれでも少し短時間でしたが、サーフィンもね、まあ自分的にはいい練習ができたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、風も強まっててスキムもあまり良くはないっていう条件だったので、もともとすごいいい条件ではありませんでしたが、まあ今日はねこの辺で練習を終わっていった感じになります。まあ、3連休2日目、まあ、かなり今回の3連休は厳しい感じの波が続いてますが、まあ、少しでも練習になればいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。